から4日間かけて船底の掃除と塗装をしていきます。マリーナに陸揚げして作業をしていきます。この大きなクレーンを使って船を陸に上げてもらいます。2本のベルトの間に船を入れます。船を陸に上げることを乗下と言います。気になる船底の様子はどうでしょう。藤壺がたくさんついています。頻繁に船を走らせている漁船などは藤壺がつきにくいそうです。私たちの出港頻度は多い月は3回、他の月は0から2回程度でした。スクレーパーを使って藤壺を落としていきます。陸揚げした直後で藤壺が生きていると簡単に落とすことができます。前回完全に乾いてから藤壺を落とした時は落としにくく、破片が粉末状になって目に入って大変でした。あと匂いもありました。藤壺をすべて落としました。藤壺がついていると水中で抵抗となりスピードが出なくなります。そして燃費も悪くなります。うちのボートは藤壺がついている時のマックス速度は20ノット、ついていない綺麗な状態の時はマックス25ノットです。落とした藤壺を集めています。結構たくさん取れました。私が知っている黄色いおしゃれなケルヒャーとだいぶ様子が違います。高圧洗浄機を使って船底を掃除していきます。マリーナでお借りしたケルヒャーは業務用でパワーが強いので、あまり近づけすぎると船体を傷めてしまうそうです。1日目の作業はここまでとなります。2日目、乾いて浮き上がってきた泥をスクレーパーでこそげ落としていきます。この作業をしておいた方が仕上がりが綺麗だと教わりました。手作業は地味に大変です。電動グラインダーを使うことにしました。前回塗った船底塗料が剥がれて細かい粉になって飛び散ってきて、洋服や顔がすごく汚れました。このぐらいの装備をしておいた方が良いかもしれません。テープでマスキングをしていきます。船の周りをぐるりと一周マスキングテープで貼りました。この部分が少し難しかったです。今回使う船底塗料はヤマハのパワープロテクターブルーラベルの黒です。ブルーラベルは係留期間が長く出港回数が少なめなボートにおすすめだそうです。船底塗料は使う前によく混ぜておきます。いよいよ船底塗料を塗っていきます。船底塗料は藤壺や茎などの海洋生物が船の底に付着するのを防ぐ働きがあります。面積の広い部分はローラーを使って塗っていきます。テープの境目や細かい部分はハケを使います。パニックになって動画を撮り忘れました。作業3日目。スマホは落としどころが良かったため大したダメージはありませんでした。2回目の船底塗料を塗っていきます。1回目を塗った次の日に2回目を塗ると良いそうです。2回目は1回目と違って塗ったところと塗ってないところの境目が分かりにくいです。塗り残しがないように注意してしっかり塗っていきます。
り終わりました。マスキングテープは完全に乾く前に剥がします。マリーナの方にアノードを交換していただきます。エンジンオイルとギアオイルも交換してもらいました。オイルの入荷もなく特に問題なかったようです。3日目の作業はここまでとなります。作業4日目、最終日。船を支えている台のことを船台と言います。船台を少し動かしてもらいました。なぜかというと、船台が接していた部分は塗り残しがあるからです。この部分を塗るために少しだけ剪定塗料を残しておきました。この部分は一度塗りになります。我が家のボートは26フィートなのですが、4キロの剪定塗料を2缶使いました。春の黄ばみをサンポールで落とします。アルミ部分はコンパウンドで磨きました。サビ取り職人とコンパウンドを使ってプロペラも磨きました。アノードも新品になりました。これで全ての作業が完了しました。普段海上係留しているので、この角度からボートを見るのが新鮮で、たくさん動画を撮ってしまいました。ガソリンを給油してもらいます。船のガソリンスタンドです。うちのボートはハイオクです。満タンで300リットル入ります。なんだかゲームセンターのクレーンゲームみたい。船を海上に下ろすことを下下と言います。強い風が吹いてきたので船が結構揺れています。4日間お天気にも恵まれ、作業も順調に進みました。いろいろお世話になったマリーナの方、ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。